はい、こんにちは、てんぱぱです。今日はですね、理想のコトコト音のキーボードの4つの探し方をご紹介していきたいと思います。はい、今日はですね、理想のコトコト音のキーボードの探し方を4選という形でお伝えできればと思っております。でですね、私自身も理想のコトコト音を探してですね、旅に出て、早半年くらい経つわけですけれども、はい、比較的ですね、今回、自分の中でこんな感じかなというところで目処がついてきたので、まずはここでまとめたいということで、今回の動画を作っているという感じです。で、今回の動画でですね、構造、素材、重さ、そして中の空洞というこの4点について解説していきますので、ぜひ最後までご覧になっていただいて、自分に最適なコトコト音のキーボードを見つけていただければと思います。ちなみに、てんぱぱ TV ではこんな形でキーボードに関する情報をですね、定期的にアップロードしていますので、見逃したぜってならないように、ぜひチャンネル登録していただければと思います。それでは本編スタートです。はい、それでは早速理想のコトコト音のキーボードの探し方の1つ目ということから始めていければと思うんですけど、まずは構造という話をできればと思います。で、一番分かりやすいのはガスケット構造ですね。はい、見ていただければのが一番早いんですけども、こんな感じでですね、見えますかね、たわんでるのが分かるかなと思います。こんな感じで、はい、こんな感じでですね、たわむのが特徴的なのがガスケット構造という感じでして、これはですね、はい、こんな感じでプレートのところにですね、出っ張りがあって、スイッチプレートのところに出っ張りがあって、ここがたわむことによって振動を吸収して、高周波数のパチパチっていう音ですね、吸収して、結果的にコトコトっていう低周波数の音を強調させているというような感じの構造になっているというところです。で、このたわみ具合、皆さんもガスケット構造ぐらいはおそらく聞いたことあるのかなと思いますけれども、このたわみ具合がキーボードによって異なっていて、同じですね、これ QK65、これが QK60 というこの違うですね、シリーズなんですけれども、QK60 の方は先ほど見たようにこんな感じで、はい、見えますかね。結構沈むんですけど、QK65 になってくると、沈まないんですよね、ほぼ。はい、ちょっと、画像で見られてるとかわかんないですけども、こんな感じでキーボードによってこのたわみ具合がですね、やっぱ違ってくるという感じですので、このたわみ具合によって当然のように音が変化するという感じになってます。で、当然ながら一般的にはですね、多くたわむ方が先ほど言った高周波数が吸収されるのでコトコト音が出やすいというのは一般的なんですけども、全てのバランスというところではあるので、そこはですね一つの判断軸となると思いますけど、とはいえ構造でですね、例えばこういうふうにたわまないようなキーボードの構造だったりってなってくると、なかなかこのコトコト音は出ないよということはですね、思っていただけるといいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、続いて理想のコトコト音のキーボードの探し方の2点目なんですけど、素材という点はですね、確実にポイントかなと思ってます。で、この QK60 と65で分かりやすいのが、この QK60 に関しては上がポリカーボネートで、裏がアルミニウムというような素材になっているという感じで、一方でこの65の方は全てがアルミニウムという感じになってます。で、こんな感じで素材が違ってくると音の反響の仕方が変わってくるので、当然ながらこのコトコト音も変化するんだという感じです。で、僕の感覚なんですけれども、ポリカーボネートよりもやっぱりアルミニウムの方が確実に音を反響してくれるし、音を出してくれる感じですね。で、一方でポリカーボネートはですね、静かにしてくれるっていうようなイメージですので、ここはですね、後ほど打鍵音を聞き比べていただきますけれども、明らかにこの QK60 の方が65よりも音がですね、明らかに静か、コトコトなんですけど静かというところが出ますので、ここはどっちが好きかという話になりますけど、今は断然私はこの65の派なんですけど、はい、皆さんはどうですかねという感じですが、とはいえこの素材が何が使われているのかというところでコトコト音のレベルというか程度度合いが変わるので、そこは探す時のポイントの2つ目というふうに覚えてもらえるといいのかなと思います。さて続いてですね、コトコト音のキーボードの探し方の3つ目ということで、重さという点は確実に言えるかなと思ってます。で、これは基本的にキーボードが重たければ重たいほど重低音のコトコト音が出てきますよという感じです。で、一方で軽いとそのコトコト音も軽くなるというところになってます。で、他のポイントと一緒でこの60と65、音を比較してもらうのが分かりやすいんですけれども、明らかにこの65の方が重いので重低音のコトコト音が出ているという感じです。で、これはですね、測れば分かるんですけども、はい、見えますかね。 QK65 の方が 1.82 ですね。なので 1.8 キロぐらい。そして QK60 の方が 1.3 キロということなので、こっちの方が65の方が500グラムぐらい重いという感じになってますから、この500グラムの差がですね、やっぱり音に出るというのは間違いなくあります。はい、なので皆さんもどれぐらいの、先ほども言いましたけど、自分の好きな
音が好みの音がどんなくらいかによりますけれども、重ければ重い台ほどこの重低音のコトコトが出るというところは確実にありますので、もしそういう音が好きという場合に関してはできるだけ重いキーボードを買うというところを心がけていただけるといいのかなと思います。はい、続いて理想のコトコト音のキーボードの探し方の4つ目ということで、中の空洞スペースというところはですねお伝えできればと思ってます。でこれも60と65を使ってて思ったところなんですけれども、はい、こんな感じで分かれば嬉しいなという感じなんですけども、とにかく、言いたいこととしてはこの65の方が背が高いですよね。でその分空洞がですね中にあるので、その分ですね反響音が出るというような形になっております。でやっぱり空洞があるとどうなるかというと、皆さんもですね部屋を想像してもらえればと思うんですけども、何もない部屋で広いと狭いだと広い方が反響してくるというか、音がドワーンと響いていくと思うんですよね。なのでやっぱりこの音が響くという意味で言えば、こういうような空洞があればあるほどそういうところが響きやすいので、やっぱり音がですねしっかり明確に聞こえてきやすいというところがこっちの特徴という感じです。でもちろん中にフォームを敷き詰めるかどうかによっても変わるという部分はもちろんあるんですけれども、ちなみにこっちはどちらもフォームが入ってるんですけれども、どうであれやっぱりこの空洞の広さというところによってこのコトコト音が響き渡るかどうかというところは確実にありますので、この点も皆さんの好みをですね判断する点のポイントになってくるんじゃないかなと思っております。でここまでが4点ですね。お伝えしたところが実際のこのコトコト音のキーボード、皆さんの理想のコトコト音を探すためのポイントの4つというところですので、ここを踏まえた上で実際にこの2つの音をですね聞き比べてもらえればと思います。それでは次のチャプターどうぞ。はい、ここまではですね理想のコトコト音のキーボードの探し方を4つご紹介してきましたので、実際にこの QK65 と60のですね音を聞いてもらえればと思っております。で今回使うキースイッチに関してはスワギキーとゲイチョロのマエストロという、こちらのキースイッチになってまして、コトコト音が出やすいキースイッチで有名なものになってます。でまたキーキャップに関してはちょっとこっちじゃなくてこっちを使ってまして、これがですねキートックから販売されているチェリープロファイルのバックインダゲームというキーキャップ、こちらになりますけども、これを使っているという感じになってますので、さあどんなですね音の違いが出るかめちゃくちゃ楽しみだと思いますので、ぜひ聞いてみてください。それではどうぞ。はい、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃ違ったと思います。マイクでも多分拾えてたんじゃないかなと思ってます。で、これですね、同じキーキャップとキースイッチでもここまでやっぱ音が違うんだというところを実感いただけたんじゃないかなと思ってます。で、どっちもコトコト音であることは間違いないと思うんですけれども、やっぱコトコト音の種類が違ったというのを皆さんも実感していただけたんじゃないかなと思ってます。で、どういうコトコト音がいいかというのは人によって異なりますので、そこは本当に好みかなと思ってまして、私は今のところですけどこの QK65
6065の方のコトコト音の方が好きという感じでして、やっぱこっちの方が重低音でかつ半気音がしっかり効いてくるような形、こっちの方がより浅めのコトコト音でより音がですね静かめという感じの特徴があったのが分かったかなと思いますので、この辺は本当に人によって好みが分かれるところだなという感じですので、皆さんも今回ご紹介した4つの点押さえた上で自分の好みのキーボードを探してもらってですね、理想のコトコト音をゲットしてもらえればと思います。それでは今回の動画良かった、役に立ったという場合にはぜひいいねボタンよろしくお願いします。あとはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今後も電波パ TV ではこんな形でキーボードに関する情報定期的にアップロードしていきますので、見逃させてならないようにぜひチャンネル登録していただければと思います。またこんな企画で動画作ってほしいということあればコメント欄からお寄せいただければと思いますし、過去に上げたキーボードに関する再生リストに関しては上のところに URL 貼り付けておきますのでチェックいただければと思います。それでは最後まで本日はご覧になっていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さようなら。